音程を取るだけでもかなり難易度が高いフレーズなのに、さらっと歌っている雰囲気を2人で作り出している。いやー、歌唱力が化け物級ですよね。ボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、堂本愛の塊ザ・ファーストテイク、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。鶴さんのボーカルルーム。さあ先日大野くんと坂本さんの歌う愛の塊、こちらの歌声分析動画を公開しました。そして今回はですね、本元堂本のお二人がザ・ファーストテイクに出演した時の歌声について徹底的に細かく分析し、そして解説しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。それでは早速、堂本愛の塊歌声分析 GO！ 素晴らしいですね。ものすごく甘い雰囲気なんですけど、言葉がすごく心に伝わってくるというか、光一くんのこの歌声はですね、鼻の中の鼻腔共鳴、ここの音色がすごく強調されたような歌声になっています。鼻腔共鳴っていうのは鼻の中の空間を響かせた声で、声の音色のコントロールだったり、高い声を出す時に必要になってくるポイントなんですよね。この声の甘さはですね、鼻で作られているものです。そして歌詞がものすごく伝わってくる理由の一つとして、スタッカートっていうテクニックを使っています。全体的に音を切るテクニックなんですけど、音を切ることによって言葉一つ一つの輪郭もものすごくはっきりしてきますし、フレーズにですね、躍動感が生まれてくるんですよね。もう一回そこを注目して聞いてみましょう。心配しすぎなあなたは、こんな感じかな。僕が光一くんの声の出し方を真似すると。めちゃくちゃ素敵な声ですよね。歌い出しの中音域から歌い終わりの低音域まで、この幅広い音域を鼻の音色を崩さずに歌う、この声質コントロールも素晴らしいですよね。もう一回聞いてみましょう。まるでか弱い女の子、ここの声と、なんだか嬉しいの。この最後ののの音。ものすごい広いんですけど、声質が全く変わってないですよね。これは先ほども言ったように、鼻の音色をですね、崩さずに歌えるからこそ、できるテクニックなんですよね。鼻の音色が崩れてしまうと、まるでか弱いから、なんだか嬉しいの。全く声が変わっちゃうんですよね。こういった部分から普段ものすごいボイストレーニングをやっているんだなっていうことが伺えます。努力の賜物ですね。いやー、剛くんの歌声もいいですよね。声の出し方的にはですね、光一くんと同じ鼻の鼻腔共鳴が中心なんですよね。ただ光一くんと違う点が一つあって、光一くんはスタッカートをですね、メインで使ったようなフレーズの作り方だったんですけど、剛くんはですね、一つ一つの音を滑らかにつなげるレガートっていうテクニックを使ってます。情熱的に歌う光一くん、そして上品に囁くように歌う剛くん。発声方法は似ているんですけど、この表現の仕方の違いが堂本のお二人の最大の魅力かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。最後のビブラートの揺れも心地いいですよね。あなたと同じ香水を、こんな感じかな。
剛くんのビブラートはですね、みぞおち部分にある横隔膜というところを揺らして作っているビブラートです。横隔膜を使ったビブラートはですね、揺れの大きさのコントロールがですね、ものすごくしやすいんですよね。ただ感覚的な部分が非常に強いビブラートなので、習得するまでにすごい時間がかかるんですよ。要は難しいビブラートです。さすが剛くんですよね。なっちゃうのこの音が上がったところで声の輪郭をはっきりさせてるんですよね。これどうやってるかっていうと、これもすごく難しいんですけど、鼻の中の音色をですね、キュッと絞ったような声の出し方をしてます。ついてきたくなっちゃうの。こんな感じかな、僕がやると。鼻声の音色を強くしているっていう方が伝わりやすいかな。もう一回聞いてみましょう。かっこいいですね。フレーズの最後、鼻声の音色を強調しているプラス声量も若干上げているんですよね。そうすることによってじわ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 と盛り上がっていくような表現方法になってます。これを音楽の専門用語でクレッシェンドって言います。素晴らしいハーモニーですね。メインメロディーを剛くん、そして上ハモリで光一くんのパターンかな。そして剛くんの言葉をあえてはっきりと発音しないっていうところもものすごく引き込まれますよね。もう一回聞いてみましょう。たくさんありすぎるのよみたいな音域が上がったことによって声のパワー感も同時に上がっているんですけど、言葉をさらっと発音することによって心境としてはすごく切ないんだけど痩せ我慢をしているようにも聞こえてきますよね。この表現力が素晴らしすぎます。いやー素晴らしいですね。で今気づいたんですけど、剛くんはさらっと歌ってるじゃないですか。でも光一くんの上ハモリはすごく情熱的に歌ってるんですよ。この2人の声が重なることによって生まれるこの世界観たまらないですね。もう一回聞いてみましょう。ほら。普通だったらコーラスってハモリですよね。メインメロディーの歌声の雰囲気に寄せることが多いんですよ。ただ堂本のお二人の場合はですね、それぞれの歌声の個性をそのまま出してますよね。これが逆に堂本にしか表現できないハーモニーを作り出してるっていうところがですね、最高ですね。すごく染みますよね。サビではあえて盛り上げずにクールに歌うっていうね。これがですね、安心して歌声を聞くことができるっていうところにつながってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。堂本のお二人にしか表現できない歌声ですよね。もう一回聞いてみましょう。で剛くんの音域が変わっても全くブレないこの歌声、相当基礎力を鍛えてますよね。歌の基礎力って何かっていうと、腹式呼吸っていう呼吸法と、あとはですね腹筋と背筋の使い方、ここが基礎的な部分になります。で基礎っていうのは普段からトレーニングをし続けないとすぐに感覚が鈍ってしまうんですよね。なので剛くんも普段からものすごい時間ボイストレーニングやってるんじゃないかなっていうふうに思います。堂本のお二人の歌に対する熱量が素晴らしすぎますね。
そして2人の声の一体感も素晴らしいじゃないですか。これリズムの位置がですね、寸分狂わずに揃っている証拠なんですよね。リズムって少しでもずれるとバレちゃうんですよ。なので音楽の中での唯一のルールっていう風に言われています。それぐらい大事にしなきゃいけないポイントなんですけど、歌声も素晴らしくてリズム感も素晴らしい。もう言うことなしですよね。もう一回聞いてみましょうか。いや本当にすごい。レコーディングで修正された音源とかだったらこの一体感はわかるんですけど、ザ・ファーストテイクって一発撮りじゃないですか。一発撮りでこの歌声の溶け込んだ雰囲気を表現できるって日本でもそういないですよね。今の聞きましたか？愛し合うよねの最後の音のロングトーンの終わる位置もぴったりなんですよ。いやーすごい。もう一回聞いてみましょう。ほらほらね。で今のポイントはユニゾンって言われる同じメロディーを2人以上で歌う、そういったポイントだったんですけど、ユニゾンで歌ったからこそ2人の歌声の一体感がすごく分かりやすいですよね。一人で歌ってるんじゃないかっていうぐらい歌声がですね溶け合っているというか、で先ほども言ったようにフレーズの終わりの位置がぴったりと揃っている、このチームワーク最強ですね。どんなに喧嘩をしても価値観の差が生じてもこの子音の発音の仕方やばくないですか？日本語って世界的に見ると子音が弱い言語なんですよ。なので音楽的にはですね、子音が弱いとノリだったり躍動感を表現しづらいんですよね。だから多くのアーティストっていうのは日本語の子音を英語に変換して発音する方が多いんですよ。例えば作業だったら英語の S っぽいような発音にするとかね、シスターとかサマーみたいな感じでこのスって音を強調して歌うとか、今そのテクニックをですね光一くん使ってましたね。で1番よりも音の切り方がえぐいですよね。でここのポイントでなぜ1番と歌い方を変えたかというと、僕の中の推測なんですけど、ここは楽曲的にハーフテンポって言われるアレンジになってます。本来の曲のテンポの半分のスピードになってるんですよね。でテンポが遅い曲っていうのはやっぱりその分躍動感を表現するのが難しくなるんですよ。だから光一くんはここで強めなスタッカートと子音をさらに強調したような歌い方にしたんじゃないかなというふうに推測します。もう一回聞いてみましょう。どんなに喧嘩をしても価値観の差が生じても生じてもみたいな歌い方にもなってましたよね。このザラザラって音、エッジボイスっていうテクニックで、ここに仮声帯っていう器官があるんですけど、ここの音をですね歌のフレーズの合間だったり歌い出し前に入れることによって切ない雰囲気を表現することができるんですよね。いやここのフレーズ光一くんいろんなテクニック使ってますね。最後の私たちにはっていうところもものすごい切ない歌い方をしてくれていますし、あと全体的に口をですね大きく開いて歌ってるんですよね。なので言葉一つ一つの輪郭がものすごいクリアになっていて、歌詞の世界観もイメージしやすいですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらいやー私たちにはあのところの声好きだな僕。気持ちが 120% 込められてるような雰囲気が伝わってきてものすごくジーンとしちゃいますね。で剛
くんの歌声の僕がね個人的にすごく素敵だなって思うところが、顔の表情をですね一定のまま歌っているんですよね。そうすることによってどのフレーズを聞いても歌声から切ない感情が伝わってくるんですよ。ここ僕すごく魅力的だなっていうふうに思うんですよね。この表現力素晴らしいですよね。そしてこの感情をですねキープするっていうテクニックもものすごすぎます。もう一回聞いてみましょう。切ない。どんな形よりも愛おしいって言ってるんですけど、それすらも悲しく聞こえてきますよね。もう本当にね感動しています。でここでハモリに変わるっていうのもものすごくグッとくるしね。いやーたまらないですね。もう一回聞いてみましょう。もう素晴らしすぎて本当に言うことがないですね。歌声分析なのにごめんなさい。それぐらい最高の歌声だと思います。さらっと歌ってる感じがね本当にたまらないですよね。声質的にものすごい聞きやすい音色をお二人で表現しているので、二人の歌声が耳にスッと入ってくるじゃないですか。何のストレスもなくね。だからこそ曲の世界観をすごくイメージしやすいというか、そういった部分はありますよね。もう一回聞いてみましょう。ね、この声の雰囲気作り最高ですよね。歌のフレーズ的にはめちゃくちゃ難しいんですよ。サビの部分も音域の上がり下がりもかなり激しいようなフレーズを使われているので、音程を取るだけでもかなり難易度が高いフレーズなのに、さらっと歌っている雰囲気を2人で作り出している。いやー、歌唱力が化け物級ですよね。この安定感が本当にエグすぎますね。どういったトレーニングを積めばこの安定感を表現できるのでしょうか。レコーディングした音源っていうのはコンプレッサーっていう処理がされます。これどういう処理かっていうと、やっぱり歌って音域によって声量が大きくなる箇所だったり小さくなる箇所だったり生まれてくるんですよ。これを均一化させる処理をコンプレッサーって言います。ただ音量的に均一になっても声量が上がったところは歌声にパワーが乗りますし、声量が小さくなったところってパワーがなくなるんですよ。それは調整はできないんですよね。だからザ・ファーストテイクの歌声からそういったパワーの変化っていうのが感じ取れてもおかしくないのに、堂本のお二人はですね、いい意味で一定なんですよ。これめちゃくちゃすごいテクニックですからね。ちなみに僕はここまで徹底してどの音域でも一定のパワー感を表現する歌声は出すことができません。まあ堂本の2人に比べたら僕の歌なんて全然大したことないんですけど、いやほんと尊敬ですね。今気づきました。さっき1番のここのフレーズ終わるタイミングぴったり揃えてるって言ったじゃないですか。今のところ、1番もそうだったかもしれないんですけど、ビブラートが始まるタイミングもですねぴったり揃ってましたね。やばくない？もう一回聞いてみましょう。ほらよー、このぐらいのタイミングだと思うんですけど、いやー、ここまで徹底して声をぴったり揃えているアーティストって僕は堂本以外に聞いたことがないですね。やっぱりユニゾンでのこの一
体感が素晴らしすぎますよね。声の合わせ方、もう天下一品ですよね、堂本。もう一回聞いてみましょう。変わってゆく僕らの愛は強く光り輝く。一人の声にしか聞こえないじゃないですか。やばいですよね。まあ理由としてやっぱり2人とも発声方法が似ているので、ユニゾンで歌った時に声が混ざりやすいっていうのはあるのかもしれないんですけど、それにしてもですよ、やっぱり声だけじゃなくてリズムの位置も完璧に揃えているからこそ表現できるこの一体感だと思うんですよね。ほんとすごいですよ。うん。で、ここのポイントは今度光一くんが上ハモリではなくメインメロディーの下の音域でハモっている下ハモリに変わってますよね。いや、光一くん多彩ですね。上ハモリを歌っていたかと思ったら下ハモリも歌って。個人的には下ハモリの方が音を探すのが難しいっていう風に思ってます。やっぱりメインメロディーよりも低い音域っていうのはハモった時に自分の歌声がメインメロディーにどうしても負けちゃうので聞き取りにくくなっちゃうんですよね。それで音を見失いやすくなっちゃうっていうか、そういった部分も完璧ですもんね。もう一回聞いてみましょう。で、下ハモリになったことによって剛くんの歌声もすごくパワフルな感じで聞こえますよね。これが下ハモリの特徴なんですよね。上ハモリっていうのはきらびやかなハーモニーになります。で、下ハモリっていうのは歌声にですね、力強さを足したような音色になるんですよね。でも剛くんの歌声は先ほども言ったようにいい意味で一定の雰囲気をキープしてるんですよ。だからこそハモリのパターンによって聞こえ方が大きく変わってくるっていう部分もありますよね。最後の大サビで光一くんの一番力強い声ですよね。子音の発音もこの曲の中で一番強く発音してるかなっていうふうに思います。めちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。最高ですね。光一くんは演技の経験も歌声に活かしているっていう感じの歌声に聞こえます。特に言葉の発音の仕方とか、本当に言葉がすごく聞き取りやすいですよね。やっぱり剛くんのね、この上品な歌い方がすごく素敵だと思います。歌声の艶もすごいし、常に沈着冷静っていうかね、これだね、剛くんの歌声を一言で表現すると。だからすごく聴いていてかっこいいから、女性の皆さんは特にそうだと思うんですけど、うっとりしちゃいますよね、この歌声を聞くと。で、ここで通常のサビの歌割りに変わるっていうね。すごく素敵な歌割りですよね。1番と2番で聴いた歌割りなので、最後のサビでこの歌割りが来るとホッとしますよね。で、今気づいたんですけど、剛くんのフレーズの語尾の締め方なんですけど、塊、ちょっとこう音を下げるんですよね。ここがものすごく色っぽいというか、めちゃくちゃかっこいいフレーズの締め方かなっていうふうに思うんですよね。この音を下げるテクニックをフォールって言います。もう一回聞いてみましょうか。ほらほら、リー、ちょっとだけ音が下がるんですよね。ここめちゃくちゃかっこいいですね。
最後の最後のロングトーンもぴったり揃って終わるっていうね。いやー、本当にすごいですね。うん。いやー、最高でしたね。以上、堂本愛の塊歌声分析はここで終了です。いやー、すごい歌声でしたね。剛くんと光一くんの個々の歌声もすごかったんですけど、やっぱり2人で一緒に歌っている時の一体感がですね、もう本当に素敵すぎました。まさに王者の風格っていうんですかね。日本のトップに君臨する2人にしか出せない雰囲気、そして歌声、今回分析することができて非常に嬉しかったです。もしこの動画を見てくださった皆さんの中で引き続き堂本のお二人の楽曲の歌声分析をしてほしいというリクエストがございましたら、ぜひコメントの方で僕にお気持ちの方を教えてください。僕も堂本のお二人の楽曲歌声分析していきたいなというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。